こんにちは、けこです。ご視聴いただきありがとうございます。今回はダイソーさんの底板と持ち手を使ってこちらの麻紐のバッグを編んでいきます。今回使用した持ち手ですが、とてもしっかりしていてめちゃくちゃいい感じに仕上がります。他の色も販売されていたので、もしよかったら編んでみてください。使用する材料はこちらです。ダイソーの楕円形の底板を1枚、持ち手は写真のものを2本使用しています。麻紐は黒用のものを使用しています。使用するかぎ針は7号で編んでいきます。それでは編んでいきましょう。1段目の編み図がこちらです。鎖1つで立ち上げ、細編みで1周編んでいきます。底板のこの部分から編み始めていきます。鎖1つで立ち上げ、同じところに細編みを1回編みます。次の穴にも細編みを1回、次の穴も細編みを1回、次の穴も細編みを1回。この繰り返しで直線部分の11目は細編みを1回ずつ編んでいきます。直線部分の細編みが11目編めました。ここからカーブのある9目のところは1つの穴に細編みを2回ずつ編んでいきます。細編みを1回、同じところに細編みをもう1回、次の穴も細編みを2回、次の穴も細編みを2回、この繰り返しでサイド部分を編んでいきます。サイド部分の9個の穴のところに細編みを2回ずつ編んできました。ここから直線部分の11個の穴のところは細編みを1回ずつ編んでいきます。この繰り返しで編んでいきます。直線部分の11個の穴に細編みを1回ずつ編んできました。サイドの9個の穴のところは細編みを2回ずつ編んでいきます。
この繰り返しでサイド部分の9個の穴は細編みを2回ずつ編んでいきます。編み終わるとこんな感じです。これで1段目が完成です。2段目の編み図がこちらです。増し目を6回編みます。1段目の編み終わりから鎖の立ち上げなしで続けて細編みを編んでいきます。下の段の1つ目の細編みのところに1つ目の細編みを編みます。ここから直線部分は細編みを全部で11目編みます。2つ目、3つ目、この繰り返しで編んでいきます。直線部分の細編み11目が編めました。サイド部分のカーブのところに来たら細編みを5回編みます。1回、2回、3回、4回、5回編んだら次の編み目に増し目を1回編みます。1つの編み目に細編みを1回、2回編みます。これが1つ目の増し目になります。ここから細編みを5回編みます。細編みが5回編めたら増し目を1回、これが2つ目の増し目になります。ここから細編み5増し目1を編みます。これで1つ目のサイド部分が完成です。ここから直線は細編みを11目編んでいきます。直線部分の細編み11目が編めました。ここから細編み5増し目1を3回繰り返します。細編みが5回編めたら増し目を1回、ここから細編みを5回編みます。
細編みが5回編めたら増し目を1回。細編みを5回編みます。最後に増し目を1回編んで、これで2段目が完成です。3段目の編み図がこちらです。3段目も増し目を6回編みます。最初の直線部分は細編みを11目編みます。直線部分の細編み11目が編めました。サイドのカーブのあるところに来たら、最初に細編みを2回編みます。次の編み目に増し目を1回編みます。ここから細編みを6目編みます。細編み6目編めたら増し目を1回編みます。ここから細編みを6目編みます。細編み6目編めたら増し目を1回。ここから細編みを4回編みます。これで1つ目のサイド部分が完成です。ここから直線部分は細編みを11目編みます。直線部分の細編み11目が編めました。ここから細編みを2回。増し目を1回編みます。
こから細編みを6目編みます。細編みが6目編めたら増し目を1回。ここから細編みを6目編みます。細編みが6目編めたら増し目を1回。最後に細編みを4回編みます。これで3段目が完成です。4段目からは細編み70目を5段編んでいきます。3段目の編み終わりから続けて細編み70目編んでいきます。この繰り返しで1段70目を5段編みます。5段編むとこんな感じになります。9段目は増し目を6回編んでいきます。8段目の編み終わりから直線部分は細編みを11目編みます。最初の細編み11目が編めました。ここから細編み7、増し目1を3回繰り返します。細編みが7目編めたら増し目を1回。細編みを7回編みます。細編みが7回編めたら増し目を1回。ここから細編み7、増し目1を編みます。
細編みが7回編めたら増し目を1回。ここから直線部分は細編みを11目編みます。直線部分の細編みが編めたら細編み7、増し目1を3回繰り返します。細編みが斜め編めたら増し目を1回。この繰り返しで増し目をあと2回編みます。3回目の細編み7が編めたら最後に増し目を編んで、これで9段目が完成です。10段目からは細編み76目を7段編んでいきます。9段目の編み終わりから続けて細編みを編んでいきます。この繰り返しで1段細編み76目を全部で7段編みます。7段編むとこんな感じになります。17段目は増し目を6回編みます。16段目の編み終わりから最初の直線部分は細編みを11目編みます。最初の細編み11目が編めました。ここから細編みを3回編みます。増し目を1回。ここから細編みを8目編みます。細編みが8目編めたら増し目を1回。ここから細編みを8目編みます。細編みが8目編めたら増し目を1回。最後に細編みを5回編みます。これで増し目が3つ編めました。直線部分は
細編みを11目編んでいきます。直線の細編み11目が編めたら、細編みを3回編みます。増し目を1回。ここから細編み8目を編みます。細編みが8目編めたら、増し目を1回。ここから細編みを8目編みます。細編みが8目編めたら、増し目を1回。最後に細編みを5回編みます。これで17段目が完成です。18段目からは細編み82目を12段編んでいきます。17段目の終わりから続けて細編みを編んでいきます。ここからはしばらく細編みを編み続ける時間が続くので、と嫌にならない程度にのんびり編んでください。細編み82目を12段編んできました。これで29段目までが完成です。ここから持ち手を通すところに印をつけていきます。最初にバッグを2つ折りにしていきます。端に来る編み目から12目数えた1、2の編み目が持ち手の部分になるので印をつけていきます。ここから13目数えます。13開けた2目がもう一つの持ち手のところになります。ここに印をつけます。2つ目の持ち手のところからバッグの端までがだいたい12目になっていれば大丈夫です。2つ目の印のところから24目数えていきます。
24目数えた次の2目がバッグの裏側の持ち手の部分になります。ここから13目数えていきます。3つ目の持ち手から13目開けた2目に印をつけます。これが4つ目の持ち手の部分になります。この時にバッグの表と裏の持ち手の部分がだいたい同じところに来ているか確認してください。4つ目の持ち手のところから1つ目の持ち手の印のところまでが24目空いていたら大丈夫です。30段目は持ち手のところを鎖2つ編んで、その他は細編みを編んでいきます。持ち手の印がついているところは鎖を1回2回編んで、2目開けた3つ目のところに細編みを編みます。これが1つ目の細編みになります。次の印のところまで細編みを全部で13回編みます。細編みが13目編めたら、2つ目の印のところも鎖を1回2回編みます。2つ目を開けた3つ目に細編みを編みます。ここから次の持ち手のところまで細編みを全部で24目編んでいきます。2つ目の持ち手のところから細編みが24目編めたら、3つ目の持ち手のところも鎖を1回2回編んで、2つ目を開けた3つ目に細編みを編みます。ここから4つ目の持ち手の印のところまで細編みを全部で13目編みます。細編みが13目編めたら、4つ目の持ち手のところも鎖を2回編みます。3つ目のところに細編みを編んで、ここから30段目の編み終わりのところまで細編みを編んでいきます。4つ目の持ち手の穴のところから30段目の編み終わりまで細編みを編んできました。これで30段目が完成です。31段目は細編み82目を1段編んでいきます。持ち手の鎖のところは鎖をくるむようにして細編みを2回編みます。ここから次の持ち手のところまで細編みを13目編んでいきます。細編みが13目編めたら、2つ目の持ち手のところも鎖をくるむようにして細編みを2回編みます。
こから3つ目の持ち手のところまで細編みを24目編んでいきます。細編みが24目編めたら、3つ目の持ち手のところも細編みを2回、ここから4つ目の持ち手のところまで細編みを13目編んでいきます。細編みが13目編めたら、4つ目の持ち手のところも細編みを2回、ここから31段目の編み終わりのところまで細編みを編んでいきます。これで31段目が完成です。最後に引き抜き編みで縁を1周編みます。この繰り返しで1周編んでいきます。引き抜き編みで縁を1周編んできました。最後の引き抜き編みが編めたら、1つ目に針を入れて糸を引き抜きます。糸は長めにカットします。編み終わりの糸を処理します。最後に持ち手をつけます。完成です。お疲れ様でした。サイズはだいたいこのくらいになります。タンブラーと羽織物が入るくらいのコンパクトなサイズの麻紐のバッグです。ダイソーさんの底板と持ち手のおかげで細編みだけでとてもしっかりした仕上がりのバッグになります。もしよかったら編んでみてください。編んだ作品はハッシュタグけこチャンネルでシェアしていただけるととても嬉しいです。またリクエストなどありましたらコメントください。お待ちしてます。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録